こんにちは。手帳2025を開始したいと思います。手帳を愛する皆さん、私の手帳2025を開始したいと思います。こちら2024年に愛用してまいりました自分手帳デイズミニ、B6 番でございますかね。1日1ページのやつですね。小さいサイズ。そして2025、こちらです。自分手帳デイズミニ、こちらをオープンしていきたいと思いますよ。自分手帳デイズミニ2024年版と2025年版の最大の違い、ご存知の方も多いと思いますけど、一冊になった1日1ページ24時間軸。私ね、これが分冊だから気に入ってたっていうのが結構大きかったんですよね。ちょっと残念。一冊にしてほしいという声が多かったんでしょうね。私は分冊が良かったです。だから今年これを買うのを実は迷いました。なぜ分冊が良かったのかっていうと、やっぱり重さですよね。私重量を結構重視するので、軽い手帳がいいんですよ。だからどうしようかなと思ったんだけど、結局自分手帳の機能性に負けまして、これにしてみました。で、今日オープンしますけれども、ここで測ってみたいと思います。じゃあちょっとこちらをオープン。あら、重いですね。はい、色もちょっと変わったのかな。変わりましたね。はい、失礼。まあこれはね、あんまり変わってないのかな。なんかね、まあ、詳しいことはいいとして、はい、取り出したらこちら。では、2024年の自分手帳デイズミニの、これは前期ですけどね。さてどれぐらいでしょうか。145.5g ですね。で、自分手帳デイズミニ2025、258.5g ということで 113g の差が出ております。 113g か。小さいカバンとかに入れるときはちょっと重いよねこれ。結構ね、私も本とかいろんなものを入れていると重さがね辛いんですよね。でもまあ来年いっぱいこれを使ってみるかなとは思っています。これ以上のものがね現れなければ当分これかなとは思ってます。はい、測るの終わり。自分手帳デイズミニ B6 変形ね、やっぱりね前半後半と分冊になっていることのやっぱ重量が減るっていうのがすごく大事だった、私にとっては。いやー、ちょっとねその良さがなくなったらちょっとこれの魅力が半減しちゃったんですよね。実は私なりにはね、まあこれがいいっていう人も多かったからなんでしょうけどね。確かに前半後半分かれているとちょっと今年後半の予定でこういうの入れときたかったとかって思った時に1日1ページの分がないじゃないですか。だからまあ不便かなって思う場面もなくはなかったんですけど、そんなの数えるほどしかなかったです。でその数えるほどしかないことのために毎日毎日重たいものを全部持っていく必要があるのかって考えた時に、私は削ったのはすごく正解だったと思ったんですよ、分冊にしたのは。ところがやっぱりほとんどが不必要じゃないですか。こっちの方とか、あるいは後半になったら今度は前半の方とか、ほとんどが不必要なわけですよ。でそれをねたまに必要かもしれない時のために毎日毎日持ち歩くっていうのは結構大きな決断だと思います。それにこの自分手帳の別冊じゃない分冊の方もちゃんとマンスリーの部分が後半もついてるわけですよ。後半部分もついてたので、そのマンスリーのところに書いて、で
なんだこれ、見せちゃいけないものがないかどうか確認しながら見ますけど、こういう風に後半部分が一応ついてたんですよ。これ前半の冊子なんだけどね、後半部分がついてたから、もうここに一応予定とかはざざっと書いて、で後半に移行したらまたこの1日1ページのところを使えばいいよねっていう風に使い方をしてたんですよね。それで良かったんですよ。さてこの手帳の使い方ですね。そんなね手帳術みたいな感じでお見せできるような綺麗なものはないので、皿の方を新しい方をお見せしますけど、私はこういうね自分手帳の特徴的なイベント目標リストとか適当にあんまりきっちり決めずにね気が向いたら使ってます。あんまりギチギチ決めるっていうのを私やるの嫌いなので、もうなんか思いついたらバーっていろいろ書き込むって結果いっぱい書いていたりあんまり書かなかったりってことはあるんです。それでいいんです。これねやっぱりね何がすごいかっていうと、この半分になってるってことですよね。私こういうのが出るまで既存の別の1日1ページ手帳にわざわざ自分で線を引いたり、こうやって折り曲げて折り目をつけて使ってたんですよ。これが出た時は感動しました。でね、使い方は私はこの右側だいたいスケジュールアポイントメントとかですね、具体的な時間があるスケジュールですね。10時から何々、10時から11時までのミーティングとかいう時にここに線を引いて、必ずこの10時と11時っていう数字は書くようにしてます。間違えないようにね。ただねこんだけ軸が24時間になってるとこの幅が狭いんですよ。だからここに文字を書くときにめっちゃ書きづらいんですね。だから基本的にはこれ私は夜中とかはなくてもいいと思っていて、夜中に時間を書くことってあんまりないと思うんですよね。そういう仕事をしてる人は別としてあんまりないので、夜3時にどうのことこうのとかないと思うので、なんかここは思い切って広げてもいいのかなとは私は考えています。アポイントメントを書き込むっていうのはもちろん大事で、そのアポイントメントを書いて、でその場所のこととかいろいろ持っていかなきゃいけないものとかっていうのを補足的な情報をこの辺に書いたりとかしますね。あとはここにチェックボックスになってると思うんですけど、これ見えづらいね。ここがチェックボックスになっていて、これでトゥドゥーリストとかをやったりとか、別のショート動画でも言ったんですけど、ウェルダンリストっていうのを書いたりするんですよ。トゥドゥは結構トゥドゥも書くんだけどちょっと疲れちゃう時もあって、トゥドゥよりもなんか今日よくやりましたってことを割と書いたりするんですね。あとは今日どこそこ行ったとか、どういうところで誰とご飯食べたとかですね、そういったことを日常メモを割と書き込んだりしています。あんまり日記的なことは使わないですね。多少なんか書いたりすることもありますけど、ほとんどそういう目的には使わないかな。でもあんまりぎっちり決めないようにしています。これをやらなきゃとか、あれをこういうふうにしなきゃみたいな自分のスタイルを作りすぎることによってやっぱ手帳の自由さが制限されてしまうと思うので、私は結構自由に使いたいなって思う派です。皆さんはどうでしょうか。以前これ逆さま以前ですね、私が20歳の誕生日の頃からずっとこう持ち歩いているノートで、こういうノートを持ち歩いてるんですよ。でこれ何百冊目になったか分かりませんけれども、日々思うことを書いたりするノートですね。これはあんまり日記的なことじゃないです。日記的なこと書いたりもするんだけど、それよりもブレスト的なこととか、どういうふうなことを考えている、これからどのようにしたいとか、プランニングみたいなこととか何でも自由にですね書く。これ頭の整理になるので、心の整理にもなるので、これジャーナリングとして非常に重視しています。このノートは、モレスキンのポケットサイズで無地ですね。私無地のノートが好きなので線が引いてないやつを使ってます。でこれは適当なシールを貼りました。もうヨレヨレですけど、この使用感が好きです。でこれがそろそろ終わりので新しいのを用意しようかなと思ったんだけど、やっぱりこうなんか買い直すのが面倒かなっていうか、新しく買い直さなくてもいいかなって、私ノート好きで山ほど家にノートがあるんですよ。
なので今度ご紹介したいなと思いますけど、で家にあるノートのうちどれがいいかなと思って、これもね重量がちょっと思うので気になるんですけど、なんかこういうハードカバーのノート昔買ってたことがあった。これなんかもう何年前に買ったんだろう。多分十何年前とかだと思うんだよね。あんまりこういうの買わないし、しかもなんか謎のなんかが書いてあるし、まあどうかなと思ったんだけど、まあキラキラしてるし、これを次のジャーナリングノートに使おうかなって考えてます、ノートを使い倒してボロボロにしちゃうっていうのがすごく好きなんですよね。この使用感が大好きなので、この新品なまま十何年も眠っていたこのノートを使おうかなと思います。ちょっとねこのルールドなのが残念なんだけど、ちょっとまあそれもいいかな。これが使い終わるまでと思って、これをとりあえずペーパーブランクスですね。なんかポケットがついてていいんじゃないでしょうか。ということでこれを使いたいと思いますが、これとこれを一緒に持ち歩くと結構重いよなと思って若干悩みはしているところです。小さいバッグに入りきらないっていうか、入れたらめっちゃ重いですよね。でもこれがジャーナリングノートです。たまにはこんなのもいいんじゃない。昔やってたことあるんだけど、最近また始めたのがこのブックメモ。なんか読んだ本からいろいろ気になったところをメモ書きするっていう、ガチャガチャっと書いていくノートです。これ私が自分で作ったノートなんですけどね。はい、手作りノートについてはちょっとショート動画にも上がってるので見てください。本をね割とたくさん読むんだけど、結構めんどくさがって、 Kindle の時はね電子で蛍光ラインが引けるんだけど、図書館で借りた本は引けないし、メモ取るのもめんどくさいなと思って結構写真撮ったりしてたんだけど、手を動かして文章をやっぱり書くのもいいなと思って、全部が全部やろうとは思わないけれども、面白いなと思った本についてちょっとこう書き出しメモをぐちゃぐちゃっと書き殴るメモ帳がいいなと思いました。でこれを使い始めましたと。これは旅ノートね、前も何度も動画で言ってるんですけど、 MD ペーパーノート、これは新書サイズですね。これ紙のカバーに入れてるんだけど、2冊ね入れたりして旅用に使っているノートですけど、これのサイズ違いで、これね、文庫サイズ、これも MD ノートで、これも使ったりします。これは旅ノートにしてもね全然いいんだけど、これ実は私去年の11月に入院したんですよね。で手術したんですけど、その時のこと本にしてあるのでぜひ読んでいただきたいんだけれども、その入院の時の記録用のノートなんですよね。かなり細かく体調のこととか、あとは考えたこととか思ったこととか、そういうのも全部つらつらジャーナリングをねやるタイプなので書いたノートです。2冊持ってたんだけど、1冊も終わってないので、またこれは別の用途に使おうかなって思ってます。これ入院用のノートね。余談なんだけれども、これ別動画にしようかなと思うんだけども、ちょっと触りだけ。これ5年日記、みどりさんのね5年日記なんですけど、とうとう私5年目なんですよ。2024年今年が。であと少しですね。10月後半と11月12月とで5年が終わるということで、次はどの5年日記にしようかなってちょっと考えたりしてるんですが、いや面白いですよ。5年日記についてはまた後でゆっくり語ろうかなと思ってます。皆さんこれね面白いのでやってみてください。ぜひぜひ。ということでジャーナリング2025でした。皆さんの手帳は何でしょうか。どんな手帳会議してますか。教えてください。ぜひ。2025年雨雲出版も頑張りたいです。作家ベッシーヘッドの本の翻訳を日本語で出版したいです。商業出版の準備進めてますんで、ぜひ読んでいただきたい。そのことについてはまた改めてブログじゃなかった。また改めて動画でお話しします。ということで以上でございます。ごきげんよう。